Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは迷信を信じるタイプですか？いやいや、迷信なんて嘘だよって思っている人も、その迷信を実際にするのはちょっと怖いですよね。僕もあんまり迷信は信じないタイプなんですけど、でもわざとその迷信をやったりはしません。日本には独特な迷信がたくさんあるので、今日はよく聞く迷信や実際に日本の文化に影響を与えている迷信を紹介したいと思います。皆さんが日本に来た時に間違ってその迷信をしてしまうことで危ない状況になるのを防ぎたいと思います。ぜひ危険ですのでしっかり頭に入れてこの迷信はしないようにしてください。あと僕が今作っている遊びながら日本語を勉強できるカードゲーム GoGo ジェスチャーがキックスターターにあります。特に日本語の話す練習にとても役に立つのでぜひ買ってみてください。それでは迷信1つ目、数字の4と9は不吉。日本語の4は別の読み方で死と言います。例えば4月と言います。この死は亡くなるを意味する死と同じ発音を使います。ちなみに4人のことは4人というので死人とは言いません。その意味は亡くなった人のことを意味するので気をつけてください。あと9も別の読み方で9と読むことがあります。これも9月とか9時という風に苦と読むことが多くあります。この苦は苦しいの苦の漢字と同じ読み方をするのであまり良くないものとされています。ちなみに僕は9月生まれです。でも別に数字なんてあまり関係ないでしょうって思うかもしれないんですけど、これ実際に現実に影響を与えていて、例えばホテルや病院の部屋の番号で104号室とか204号室っていうのはあまりないことが多いです。僕は普段日本で医者をしているんですけど、僕の病院でも204号室とか304号室とかはありません。でもさすがに4階を消すことはできないので401号室とかはあるんですけど、404号室は確かなかったと思います。ですので皆さんももし何かの機会で数字を選ぶことがあったら、少なくとも日本では4とか9を避けるといいかもしれません。迷信2つ目は嘘をつくと地獄で舌を抜かれる。これ結構残酷で怖い迷信ですよね。嘘を止めるためにはいい迷信なのかもしれないですけど、ちょっと怖いですね。ちなみに医者としてはベロを抜かれたら少なくとも最初はうまく話すこともできないし、あとは食べ物を食べた時にベロを使って口の中でよく混ぜたりして飲み込んだりする時にもすごく重要なので、うまく話せないし食べれないので、ちょっと最初は訓練が必要になると思います。もし嘘をたくさんついてしまっている人がいたら、今日から嘘をやめれば許してもらえる可能性が高いと思います。気をつけようね。迷信3つ目は夜に口笛を吹くと蛇が来る。なんかこの蛇は悪霊という風に考えられているので、夜に口笛を吹くと悪いものが来る、そういう意味で使われています。これは実際に僕の親にも言われたことがあって、なんか気分良くなって夜口笛を吹いていたらダメだよってすごく言われました。でも本当かなと思って夜お風呂に一人で入っている時にちょっとビクビクしながら口笛を吹いたんですけど、でもその時は何もなかったと思います。気づいてなかっただけかもしれませんけどね。なんでこの迷信ができたかはちょっとわかんないです。昔あるところに一人の子供がいて、その子はずっと口笛を吹いていて、それに悩まされた近所の人たちがその子を脅かすために作った迷信かもしれませんね。迷信4つ目は食べた後にすぐ寝ると牛になる。なんで確かに食べた後に横になると消化にとってあまり良くないと言われていたりします。ちなみに横になるなら右向きの方がいいです。これは多くの人の胃の形がこっち向きに向いてるので、食べたものがちゃんと流れやすくなるので右に向いた方がいいと言われています。本当にそれが正しいかはわかんないんですけど、僕の経験上確かにそんな感じがします。これも僕の親は実際に言っていました。もし牛になっちゃったら広い草原で時間を気にせずずっと
草を食べていたいです。もし皆さんが日本に来て牛になってる僕を見つけたら、美味しい草をあげてください。迷信5つ目は、ご飯に箸を立ててはいけない。食べ物に箸をまっすぐ立てておくと、これは亡くなった人へのご飯という意味になってしまうので、良くないと言われています。実際に亡くなった人に食べ物を送るとき、これをお供え物というふうに言うんですけど、ご飯をお供えするときによく箸がまっすぐ立てられています。ですので皆さんも日本にいるときにご飯を食べて、箸を置くときにご飯に箸をまっすぐ立てることはしないように気をつけてください。ご飯の茶碗に箸を横に入れておくのはいいんですけど、まっすぐ立てるとマナー的にも良くないし、周りの人もすごくびっくりすると思うので、それはしないように気をつけてください。あと、日本では亡くなった後によく火葬をします。火葬をした後、骨だけが残りますよね。この骨を移動させるときに箸と箸を使って移動させます。ですので、みんなとレストランに行った時も絶対に箸と箸で物を渡さないように気をつけてください。ということで、日本でよく言われている迷信5つを紹介しましたが、皆さんの国ではどんな面白い迷信が言われていますか？ぜひコメントで教えてください。もし興味本位で何かの迷信をするときはぜひ気をつけてください。それでは皆さんありがとうございました。